はい。カーリガルメソッド挑戦中のみはるです。ものすごい今、隣のビルからの太陽の反射でサングラスかけたいぐらい眩しいんですけど、このままいきたいと思います。はい。今回は基本ルールの番外編ということで、前編と後編の中でご説明させてもらった以外の部分で、まだ少し、ポイント残ってますので、今回はそこをきちっとご説明していきたいなと思います。ポイント4つに分けてご説明していきます。1つ目、ブラッシングをしないこと。ブラッシングはダメです。櫛であってもブラシであっても基本的に髪を解いていいのはこの指だけ。この著者はこの指は櫛が開発される前に人間に与えられた櫛だと。私たちは体に櫛がついているのに櫛を使う必要はありませんとおっしゃっておりました。もちろん人それぞれなので、実際カーリガルメソッドされてる方でブラッシングバンバンしてる方とかもいらっしゃいます。それはそれで個々のやり方なのでいいのかなと思うんですけど、あくまでもこの著者というか、カーリガルメソッドの開発した方のおっしゃる内容に基づいて基本に忠実にやらせてもらおうかなと思ってる次第でございます。で、髪の毛が濡れてる時だけ手ぐしを使ってコンディショナーつけたりとか、するのは OK ですよと。ただしその髪が乾いてる時は手ぐしもダメです。やっぱり髪が乾燥してそのキューティクルが開いてるんで、これ以前の動画でも何度かご説明してるんですけど、マジックテープみたいにおのおのの髪の毛がこう引っかかって、で切れ毛の原因にどうしてもやっぱりなってしまうというところがあるので、櫛はまだね持ってるんですけど捨てます。これ後ほどきちっと埋葬したいと思っております。2つ目、金具付きのヘアゴムを使わないこと。一般的によく売られてるこういうゴムあると思いますね。水谷さんも見たことあると思うんですけど、でこれじゃなくてももう普通にこのタイプのゴムっていうのは髪の毛やっぱりこの間で引っかかりやすいみたいなんですよね。でそうすると髪の毛ほどく時にブチブチって切れると思うんです。なのでこの引っかかりやすい、特にこの金具付きのゴムは使わないでくださいと。でその代わり私が今愛用しているのはこのスプリングゴム。このスプリングゴム何がいいかっていうと、さっき言った髪の毛ほどく時引っかかることがまずないです。引っかかって抜けるなんてことはもうほぼないです。どんだけビャってやっても抜けないので、これは本当におすすめです。で2つ目が髪の毛に跡がいきにくいです。なので今こうやって私も髪の毛まとめてますけど、これもほどいて、でまたスタイリング水とかつけてやればすぐ戻るんでおすすめです。私もこのカーリガルメソッド始めるまで使ったことなかったんですよ。こんなんわざわざ買おうなんて思ったことなかったんで、無印行ったらちょうど売ってて、ええやんと思って買ったらこれがいい。私はやっぱり日本のブランドやなと思って、やっぱりしっかりしてますよ、この伸び縮みが。で H&M 行った時にも売ってたんで買ったんですけど、ちょっとね戻りが弱い。見てください。この一回ギュッとやるとこうなるんですよ。この無限大です。別に無限大でも使えるのは使えるので全然いいとは思うんですけど、現在やっぱりこの無印すごい使いやすいんでおすすめしてます。であとシュシュ、いわゆる布とかで巻いたゴムも引っかかりにくいのでいいですよというふうに書かれてるんで、これもおとついまた H&M 行った時に売ってたんで買ってみたんですけど、ちょっとね中のゴムがきつくって
跡がちょっといきやすそうです。スプリングゴムに比べてこれは。ただあくまでもこれ1個の話なので、もうちょっといいシュシュあったらそれでもいいと思います。布巻きつけたゴムかこのスプリングゴムおすすめしてますんで、この際にぜひお持ちでない方は新調してもらえたらなと思います。3つ目、ショルダーバッグに注意。これは肩より長い人だけの話にはなるんですけど、肩にカバンよって私も荷物いつも重いんでよく肩からショルダーバッグかけるんですけど、髪の毛よく挟まりません？肩とバッグのこの紐の間に。やっぱり癖毛髪の毛すごい弱いのでちょっと気をつけましょうっていう話だけです。ただそれも意識してないとええかってなりがちになると思うので、特に私今カールが出てきてるので、やっぱ肩にかかってしまうもんならそのカールビュって伸ばしてしまうことになるので、やっぱり今は気をつけてショルダーバッグかけるようにはなりました。皆さんもぜひご注意ください。で最後4つ目が寝る時のヘアスタイル。寝てる間にそのまま髪の毛広げたまま寝てしまうと、もちろん枕と頭の間の摩擦でカールが取れてしまったり、あと毛先が傷みやすかったりする原因になります。でそれを防ぐために私たちの間ではパイナップル頭って言ってるんですけど、この髪の毛をこのちょうど頭頂あたり、できるのであればこのユニコーンヘッドっていう、ユニコーンの角ぐらいの位置にまで持ってきて結んであげるのが一番ベストだそうなんですが、私の場合ちょっと後ろそんなに届かないで、この頭頂ぐらいでくくってます。で、今みたいに上げてギュッと一重してまとめて寝てます。でそうすることで毛先とかがもうここに固まってるので枕と摩擦することもなく髪を守りながら休むことができました。髪の毛が短い人縛れませんっていう方もいらっしゃると思います。で縛れない方はスカーフとかで巻いてあげるっていう作戦もあります。シルクとかサテンとかの。であと中にはそういうシルクサテンの枕カバーに変えたりとかしてる方もいらっしゃいますので、個々のその髪の毛の長さに応じてできる限りその上でまとめるようにするのがいいのかなとは思ってます。ここまで全部守れるとカーリーガールまっしぐらです。次回はディフューザーの使い方ご説明していきたいと思いますので楽しみにしておいてください。それではまたね。ちょっと眩しかったです今日は。ありがとう。